こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はガンダム界隈で話題の、チョコサプの食玩を作っていきたいと思います。ガンダムの食玩といえばアーティファクトですが、こちらには縁がないのかこれまでに一度も出会えていません。買ってみたいのですがどこにあるのやら。ということで、今回は念願のガンダム食玩。早速中身を確認していきたいと思います。はい。こちらがチョコサプになります。箱の中身は銀紙に包まれた球体が一つ入っています。食玩なのでかなり小さいお菓子かなと思っていましたが結構でかいですねこれ。銀紙を開けてみるとカプセル状になったチョコレートが入っています。公式サイトによるとこのチョコレートは、ミルク味チョコとホワイトチョコの2種類になっているみたいです。そしてチョコレートの重量は 20g。結構でかいですねこれ。実際に食べてみたところ、個人的には甘くて美味しかったです。夏場は高温でチョコレートが溶けてしまうので、開封する直前まで冷蔵庫に入れておいた方がいいかも。というかこれ、すっごい滑るよ。まあ、こういった時のために便利な道具がありますので、積極的に使っていきましょう。そして、これは、ジオングや、まあ、割と当たりの中身だと思うのですが、私はジオン水泳部が好きでして、ゾックか、ゴップ、もしくはズゴック、一番欲しかったのがアッガイだったのですが、ジオングも嫌いではないので、当たりですねということで当たったジオングを組み立てていきましょう。お菓子のチョコレートが結構大きかったので、中身の方もお菓子に比例した大きさかと思いましたが、中身の食玩はかなり小さいですね。ですが、造形は細かくて、小さくてもしっかりかっこいいジオングになっています。ポーズは完全固定ではなく、腕が稼働してくれます。ちょっと動かせるのがいいですね。ということで、このジオングに改造と塗装をしてみようかと思います。はい。それではジオングの改造を始めたいと思います。このジオングはある程度組み立てられた状態でカプセルに入っていましたが、画像の状態まで分解できるので、一旦バラバラにしておきましょう。パーツを分解し終えたら、ジオングの右腕の改造に取り掛かります。まずは紙やすりを使用して、指先にある目立つパーティングラインを消します。パーティングラインが消えたら、毛書き針を使用して、指先に小さい傷をつけます。この傷をつける作業はできるだけ指の中央に。パーツが細かいですが位置がずれないように丁寧に作業しましょう。毛書き針で傷をつけ終えたら、ピンバイスを使用して、先ほどつけた傷を目印にして穴を開けていきます。今回は指先に 0.5mm の穴を開けました。この作業の注意点なのですが、ピンバイスで深い穴を開けないようにしてください。墨入れをした際に色がつけばいいので、ほんの少しだけ穴を開けていきましょう。綺麗に穴を開けることができたら指先の改造は終了です。続いてジオングの手のひらについている水かきを切り落とします。この手のひらの水かきは、デザインナイフを使用して、少しずつ切り取っていきます。力を込めて作業をしてしまうと、ジオングの親指が折れてしまう可能性があるので、ゆっくり、丁寧に作業しましょう。ジオングの手についている水かきをすべて取り除くことができればこの作業は終了です。続いて肩部分の改造を行います。ジオングの肩の一部は造形の関係で少しおかしい部分があるので、この少しおかしい部分を削り込んでいきたいと思います。まずはガンダムマーカーを使用して、作業する部分に色をつけていきます。この印をつける作業は削る部分を見間違えないようにするためなので、別にやらなくてもいい作業になります。ガンダムマーカーを使用して印を書き終えたら、彫刻刀を使用して、書き込んだ印部分をすべて削り取っていきます。いきなり全部削り取ろうとすると失敗してしまうので、少しずつ丁寧に削っていきましょう。ある程度彫刻刀で型部分を削れたら、最後に紙やすりを使用して、彫刻刀で荒れたパーツの表面をきれいにしつつ、型部分と腕の形を整えます。パーツの表面と形がきれいになったらジオングワングの改造は終了です。はい。続いて頭部の改造を行います。ジオングの頭部に生えているアンテナの先端が丸まっているので、このアンテナを鋭くしたいと思います。アンテナを鋭くする改造は非常に簡単で、デザインナイフを使用して、
アンテナの先端を鉛筆の芯を尖らせる要領で削っていきます。ジオング頭部のアンテナは細く、非常に折れやすいので、慎重にパーツを削り込むようにしましょう。私は錆びたデザインナイフの刃を使用していますが、このような細かい作業を行う際は新品のよく切れる刃を使った方がいいですね。デザインナイフでアンテナをある程度尖らせたら、仕上げに紙やすりを使用して、デザインナイフでガタガタになったアンテナをきれいにしつつ、アンテナの先端をより鋭く加工しましょう。アンテナの改造が終わればジオングに行う改造作業は全て終了になります。はい。改造作業が終わったので最後に軽く表面処理と、モールドの彫り直しを行います。この作業にはデザインナイフとラインチゼルを使用しました。まずはパーツのモールドに沿って、デザインナイフで軽く線を引いていきます。この線を引く作業は下書きなので、あまり深く彫りすぎないようにします。デザインナイフで軽く線を引き終えたら、ラインチゼルで先ほど引いた線を深くしていきます。この時に力を込めすぎると、下書きの線からラインチゼルの刃がずれて余計な部分に傷がつくので、ゆっくり少しずつ線を深くしていきましょう。さて、モールドの彫り直しが終わったので、最後にパーツの表面処理を行います。このジオングは各パーツに、パーキングラインと呼ばれる線があります。この線はかなり目立って見栄えが悪いので消していきます。はじめにデザインナイフでパーキングラインを削り、パーキングラインがある程度消えたら、紙やすりを使用して、パーツに残っている線を完全に消していきます。この作業を他のパーツすべてに行ったら、ジオングの表面処理とモールドの彫り直しは終わりです。あ、そうそう。各部にあるゲート跡もしっかり処理しておきました。ゲート跡は紙やすりだけで綺麗にできますね。はい。こちらが改造作業が終わったジオングになります。ほとんど手を入れていないので見た目が変わりませんねこれ。まあ、各部にあったパーキングラインが消えているので、少し高級感が出たかな？さて、特に不具合がないのでサフを吹きたいと思います。はい。グレーの上にグレーサフを吹いてきました。改造作業でできた傷もほとんど消えているので、このまま塗装してもいいですね。それにしても、ここまで変化に乏しい模型作成はあまり見ないですね。それでは塗装を始めていきたいと思います。まずはタミヤのナトーブラックを、ジオングのバーニアを取り付ける台座に塗装していきます。この部分は後からあまり見ることがないので、何も気にすることなく適当に塗装してしまいましょう。続いて青色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのコバルトブルー。ジオングの胴体や肩に使う色ですね。この色は寒色で隠蔽力もそこそこあるので、少ない回数を塗り重ねるだけで綺麗な塗膜になってくれると思います。あと、腕部分に青色の塗料がはみ出ると修正が大変なので、できるだけ肩部分にだけ色をつけるようにしましょう。続いて緑色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤのナトーグリーン。ジオングの腕関節やバーニアに使う色ですね。この色も先ほどの青色と同様に、隠蔽力が高いので、塗膜が厚くならないようある程度塗料を塗り重ねたら塗装を終わりにしましょう。続いて灰色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤのライトグレー。ジオングの頭部や腕、そしてスカート部分などに使う色ですね。サーフェイサーの灰色の上に新たに灰色の塗料を塗るという、ものすごくわかりづらい塗装をしていますが、塗り忘れがないようしっかり塗装していきます。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのモンザレット。ジオングの頭部やバーニアの内側に塗る色ですね。モンザレットは赤色なのですが隠蔽力が高く、少ない回数を塗り重ねるだけで綺麗な赤色になってくれる優秀な塗料です。さて、この赤色塗装、ジオング作成の鬼門だと個人的に感じています。色を塗る範囲が狭すぎて、はみ出さないように塗装するのにものすごく神経を使います。あ、そうそう。このような細かい部分を塗装する際に息を止める方が多いと思いますが、息を止めない方が手が震えなくて良いですよ。ゆっくり息を潜めるように呼吸をしながら塗装するのが一番だと個人的には思います。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、シタデルカラーベース、アバーランドサンセット。
ジオングの頭部や腕部に使う色ですね。黄色は隠蔽力が低く何度も重ね塗りをしなければいけないのですが、この下出るカラーは黄色なのに抜群の隠蔽力で、3回も塗り重ねれば綺麗な塗膜になってくれる優れもの。このような細かい部分に使える塗料ですね。はい。こちらが基本塗装が終了したジオングになります。この段階で塗料がはみ出ていないか、色のムラがないかしっかりチェックしていきます。問題がないようであれば光沢のトップコートをジオングに拭きます。トップコートを拭き、塗料が乾燥した後は墨入れです。はい。それではジオングに墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。この塗料を改造時に掘ったモールドに流し込んでいきます。墨入れ前にモールドを掘り直ししないと、綺麗に墨入れができないのでモールドの掘り直しは必須工程ですね。さて、続いてジオング頭部にある目の部分に墨入れをしたいと思います。この塗装に使用した色は、タミヤエナメル塗料、フラットブラックです。ジオングの目の部分は先ほど使った塗料では塗装しきれないので、塗料の濃度が高いものを使って塗装しています。この塗料ははみ出てしまった部分を後から拭き取れますが、拭き取るのも結構大変なのでできるだけはみ出ないように塗装していきます。墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤を使用して、モールドからはみ出ている塗料を拭き取ります。そうそう。基本塗装が終わった時点で光沢スプレーを吹いた理由ですが、この墨入れ塗料を拭き取りやすくするために光沢スプレーを吹きました。ジオングに塗装した塗料はマットな艶消しタイプも多く、マットな塗料の上に墨入れをすると塗料が滲んでうまく拭き取れなくなります。この拭き取りを簡単にするために光沢スプレーを吹いておきました。さて、すべてのパーツの拭き取り作業が終わったら、墨入れ作業は終了になります。それでは最後の仕上げとしてジオングのモノアイを塗装したいと思います。はじめに黒の塗料がついてしまったモノアイに、クレオスのシルバーを使って、ちょっとずつ色をのせていきます。この部分は若干ドライブラシ気味で塗装するといい感じになるかも。シルバーの下地が完成したので、シルバーの上に、クレオスのピンクを塗り重ねていきます。これが最後の塗装なので、モノアイ部分から絶対にはみ出さないようめちゃ丁寧に塗装していきます。もしはみ出てしまったらリタッチが必要になってきますからね。さて、これで全ての作業が終了です。それでは完成したチョコサプジオングをご覧ください。はい。こちらが完成したチョコサプジオングになります。いやー、かっこいい。小さいですが造形がしっかりしているので、塗装した後もバッチリ生えてくれますね。さて、それでは今回の作成の総括を。食玩ということで本体がとても小さく、作りづらいのかなと思ったのですが、実際はそんなことはなく、案外スムーズに作り切ることができました。2日もあれば作り切れるお手軽さもいいですね。今だとまだ手に入ると思うのでよかったら購入してみてください。お値段も385円で割とリーズナブルなのでおすすめです。それでは、チョコサプジオング作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何かプラモデルや食玩などを作った際に動画を投稿するので、その時は改めて動画をご視聴いただけると幸いです。では、さよなら。Are you listening? Let it go.